こんにちは、ハーリーです。今日は美味しい福岡グルメ22選をご紹介します。福岡といえば太宰府や中洲の屋台、糸島など観光スポットがたくさんありますよね。そんな福岡には博多ラーメンや明太子、もつ鍋など美味しいグルメもたくさんあります。そこで今日の動画では年間600軒以上食べ歩く僕のリサーチに加えて、たくさんの福岡人の声も反映させた美味しいグルメたちをご紹介します。動画の最後には各お店の地図も載せてあるので、今日も最後まで期待してみてください。僕のチャンネルでは池袋、銀座エリアを出身とした東京の美味しいお店をご紹介しているので、今日の動画いいなぁと思ってくれた方はチャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです。今日は食べ歩きができる太宰府エリア、福岡の中心部である博多駅、天神エリアの順番にご紹介しますね。それでは早速参りましょう。まずは福岡の食べ歩きスポット、太宰府エリアをご紹介します。ここは太宰府天満宮があって、お参りと同時にグルメを楽しむ人も多いです。駅前にあるこのロータリーの形がなんだか地方の観光名所という感じですよね。まず太宰府駅を出て左に進むと現れるのが一つ目のグルメ、福太郎さんの明太焼きおにぎりです。麺兵衛で有名な福太郎さんの焼きおにぎり専門店ですね。こちらではその場で作った熱々の焼きおにぎりをいただくことができます。作っている工程の見えるこのライブキッチン感も楽しいですよね。福太郎さんの明太焼きおにぎりはご飯はカリッカリ、中には明太子がたっぷりと入っています。大葉の爽やかな風味もいいアクセントになっていますね。明太子を頭にかぶった女の子のパッケージも可愛くてテンションが上がります。緑茶も100円で飲めるので、食べ歩き前の水分補給として最初に行くのがおすすめですよ。そんな福太郎さんから西に歩いて10秒のところにあるのが2つ目のグルメ、味花さんの金賞コロッケです。こちらは1997年から続く絶品コロッケのお店です。決して流行りを追うことのない牛肉とじゃがいものオーソドックスなコロッケで、サックサクな衣にホックホクのお芋とうまみある牛肉が最高のトリオです。胡椒のスパイシー感もいいアクセントになっていますね。そんな美味しいコロッケと合わせてぜひ飲んでほしいのが太宰府ブルワリーさんのクラフトビールです。こちらは最初にご紹介した福太郎さんのお隣にあって、太宰府エリアで唯一クラフトビールが飲めるお店です。天神 IPA や天神梅エールといった福岡ならではのビールにそそられますよね。キンキンに冷えたビールは暑いこの夏にこそ飲みたい最高のビールです。天神梅エールはすっきり感があってすごく美味しかったですよ。さすがはジャパングレートビアアワーズ獲得のビールです。金賞コロッケをここで食べてもいいですかと聞いたら、いいですよと言ってくれたので、サックサクで脂のあるコロッケとすっきりとしたビールのベストマッチをぜひ楽しんでくださいね。続いてのグルメは太宰府ブルワリーさんと福太郎さんを挟んで反対にある茶わわさんです。こちらでは1日50食限定の抹茶ジェラートをいただくことができます。こちらのジェラートは福岡名物やめ茶を使用した超濃厚ジェラートです。甘くてコクがあり、うまみの強いお茶がまさに体現された味わいで、熱くなった体を優しく冷ましてくれます。イートインコーナーもあって、ここでちょこっと休憩ということもできますよ。続いて太宰府駅目の前にあるのが山屋さんの明太フランスです。こちらは明太子で有名な山屋さんの明太子フランスパンの専門店です。店内で焼いたばかりの熱々パンをいただけるので、パンからは非常に香ばしい香りが漂います。そのお味はサックサクのパンにピリッと辛い明太子がたまらなく美味しいです。太宰府食べ歩きの中でも一番感動したパンなので、皆さん絶対に食べてみてくださいね。続いて太宰府駅を出て右側、太宰府天満宮に向かう道にあるグルメたちです。まずは揚子江さんの豚まんです。1957年創業の揚子江さんは、当時台湾で作られていた豚まんを創業者が試行錯誤を繰り返し、日本人向けに改良した豚まんです。テレビでも多数取り上げられている超有名店ですね。
そんな豚まんは肉汁たっぷり超濃厚な豚まんで、ゴロゴロと入ったシャッキシャキの玉ねぎがいいアクセントになっています。太宰府エリアの食べ歩きの中でもトップレベルで有名なので、ぜひ食べてみてくださいね。お次はそんな豚まんになった口をすっきりとさせてくれるバナナジュースのご紹介です。先ほどご紹介した陽子さんのお隣にある太宰府すぎるさんでは、1日30杯限定、賞味期限20分の濃厚バナナジュースがいただけます。その場で作るバナナジュースは完熟バナナの濃厚な甘みが感じられて、すごく美味しいです。砂糖不使用という点も健康に良くて嬉しいですよね。お次は天山さんです。ここはいちごやシャインマスカットの串が有名なお店です。僕の行った6月はちょうど季節の変わり目で食べられなかったんですけど、インスタグラムで話題のお店なので情報共有として皆さんにご紹介しますね。続いては白梅堂さんの合格煮まんです。合格と角煮まんを掛け合わせたネーミングセンスが抜群ですよね。でもなんで急に合格が出てきたのという方、気持ちわかります。太宰府天満宮は学問の神様菅原道真公を祀った神社です。そのことから数多くの受験生が訪れるので、合格2万というネーミングなんですよ。甘いタレとうまみある角煮、ふわっふわ生地の角煮まんを食べるとなんだかご利益がありそうですよね。続いてはスターバックスです。なんでスタバなの、どこにでもあるじゃんと思いますよね。実はこちらは東京にある国立競技場を設計した隈研吾さんがデザインした世界で唯一のスターバックスなんです。さすがは隈研吾さんだけあって、木をふんだんに使用したファッション性のあるデザインですよね。イートインスペースもあるので、食べ歩きの際の休憩としてもおすすめです。続いて笠野屋さんの梅替え餅のご紹介です。梅替え餅とは太宰府天満宮の名物で、この参道にはたくさんの梅替え餅のお店があります。中でも笠野屋さんは機械仕掛けで作られる工程を目の前で楽しめるのも魅力の一つです。機械ながらもどこか昭和レトロな感じが逆に魅力的ですよね。梅替え餅ということは梅の味や香りがするのと思うかもしれないんですけど、実は梅は使っておらず、もち米とうるち米をブレンドした生地の中に小豆あんを入れて焼き上げたあんこ餅です。上品な甘さのなんだか素朴な味わいが歴史を感じさせてくれますよ。ここでちょこっと太宰府天満宮について解説します。グルメだけが知りたいという人は1分ほど進めてみてくださいね。太宰府天満宮は学問の神様菅原道真公を祀るパワースポットで、受験生や学問を志す人々が数多く訪れます。四季折々の美しい自然が楽しめることも特徴で、僕の行った6月はアジサイの花がきれいに咲き誇っていました。こちらの写真スポットは3つあります。1つ目がこの赤い橋、太鼓橋です。こちらはいかにも太宰府らしいきれいな写真を撮ることができます。その橋がかかる池、宍道池もアジサイの花とともに素敵な瞬間を記録することができます。この池の橋を渡ることで三世の邪念を払うとも言われて、参拝者の身を清める橋でもあるんですよ。そして3つ目がこの牛の銅像、御神牛です。こちらの牛は学問の神様のお使いで、頭を撫でると知恵を授かると言われています。自分の手や足など病気怪我をしているところを撫でた後、御神牛の同じ部分を撫でると悪いものが牛に移って回復するとも言われているんですよ。福岡旅行スポットの詳しい解説は近いうちに公開する福岡旅行という動画でご紹介するので、そちらも楽しみに待っていてくださいね。続いて福岡の中心部、博多駅天神エリアをご紹介します。1つ目のグルメは天ぷらどころ平尾さんです。こちらは食べログ100名店にも選ばれる天ぷらの名店です。お手頃価格で美味しい天ぷらが食べられるので、観光客はもちろん地元民にも愛される名店ですね。平尾さんは天ぷらも有名なんですけど、
お箸が止まらないイカの塩辛ももう一つの名物です。少し柚子風味が感じられるこの塩辛はご飯が無限に食べられるやみつきの味わいです。天ぷらは揚げたての天ぷらをこんな感じで一つ一つ提供してくれるので、一番美味しいタイミングでいただくことができます。揚げたて熱々サックサクの天ぷらは素材の味がしっかりと生きていてめちゃめちゃ美味しいです。大きな鶏ささみは本当にビッグサイズでカリッとしっとり食感がたまらないですね。予約なしでも入れるので、福岡グルメに困ったという時に間違いなく覚えておきたいお店ですよ。続いてはカマキリうどんさんです。カマキリうどんさんは食べログ100名店もミシュランにも選ばれている名店です。こちらの名物はすだちかけうどんとかしわいなりです。すだちかけうどんは黄金色のスープに真っ白なうどん、その上に透けるほど薄くスライスした輪切りのすだちが10枚ほど乗っています。鮮やかな薄緑色で見た目から美味しそうですよね。スープはほんのりとした甘み、塩気の奥からじんわりと優しい出汁のうまみが追いかけてきます。冷静なのでガツンとは来ないんですけど、すだちの爽やかさとほろ苦さも感じられる滋味深い味わいですね。麺は讃岐うどんのようながっしりとしたコシと、博多うどんのようなつるりと滑らかな喉越しの両方が感じられます。箸で持ち上げきれないくらいうどんが長いのも魅力の一つですね。もう一つの名物かしわいなりはしっかりとお肉感のあるいなりでものすごく美味しいです。これは感動の一品なので必ず食べてみてほしいです。カマキリうどんさんも予約不要で入ることができて、すだちうどんは満腹状態でも食べられるさっぱり感なので締めのうどんとしてもおすすめです。続いて博多もつ鍋山中さんです。山中さんは博多名物として圧倒的に有名なもつ鍋屋さんで、食べログトップ5000も獲得しています。1984年創業。それまでもつ鍋といえば醤油だった中、初めて味噌もつ鍋を作った発祥のお店で、国産牛のみを使った新鮮なもつと季節によって最適なシャッキシャキ野菜を楽しめることで有名です。山中さんのもつ鍋は超濃厚なガツンとした味噌味で、スープがとにかく美味しいです。国産牛のみを使ったプリップリのもつは噛めば噛むほど脂の強い旨みが口いっぱいに広がります。最高に美味しい味噌スープを吸った野菜たちはお箸がどんどん進むやみつきの味わいです。キャベツ、ごぼう、こんにゃく、ニラは別皿として追加投入することも可能なので、シャッキシャキ状態でたっぷりといただくことができます。ただニンニクがしっかりと効いたかなりパンチある味わいなので、優しい味わいが好きという人はこの後にご紹介する橙さんもおすすめですよ。山中さんは超絶人気店なので必ず事前予約してから行くようにしてくださいね。続いてのお店は博多水炊き専門橙さんです。博多名物の鍋で相当をなすのが先ほどご紹介したもつ鍋とこちらの水炊き鍋です。橙さんはミシュランを獲得している水炊き鍋の名店です。メニューは水炊き鍋と唐揚げのみで、締めに雑炊またはそうめんで選ぶことができます。こちらの水炊きは一度で3度楽しめる究極の水炊き鍋です。最初に4時間煮込んだスープをいただきます。この段階ではまだ薄味ですね。鍋はすべて店員さんが作ってくれてベストな状態でいただけるのも嬉しいポイントです。最初の肉はもも肉とすね肉です。もも肉は適度な脂とプリッとした歯ごたえがあってコクのある深い味わいです。すね肉は本来繊維質が多く食べづらいんですけど、水炊き鍋でじっくりと煮込まれることでホロッホロになっています。大ダイスを使った手作りポン酢のすっきり感もこのジューシーなお肉をより一層美味しくしてくれていますね。お次は手羽先とつくねです。コラーゲンがたっぷりと含まれた手羽先は肉のうまみがスープに溶け出す分すっきりといただくことができます。つ
くねを入れて砂時計が落ちるまでグツグツと煮込んだら、2回目の鶏スープをいただきます。1回目のスープがすっきり薄味だったのに対し、2回目のスープは鶏の旨味が染み込んで、より濃厚な味に変化しています。この変化は食べていて本当に楽しいですね。お次はこの鶏の旨味が溶け出したスープに野菜を入れて、再度砂時計が落ちるまで待ちます。皆さん見てください。スープの色がさらに白くなってきているのがわかりますでしょうか。そう、野菜を入れてグツグツと煮込むことで、鶏の旨味に野菜の甘みまでもが加わり、超絶濃厚な味わいに変化しています。まるでクリームスープのように超クリーミーで、1回目、2回目、3回目と進むにつれて、その味の変化が非常に楽しいですよ。正直行く前はミシュランに選ばれているのにメニューは水炊きと唐揚げだけなのと思ったんですけど、逆にその2つだけで選ばれる理由がよくわかる至高の水炊き鍋でした。唐揚げはお肉がぎっしりと詰まったげんこつサイズの唐揚げで、柚子胡椒とレモンの風味がたまらない美味しさですよ。先ほどご紹介した山中さんがパンチ強めのがっつり鍋なら、橙さんは大人こそ楽しめる上品な鍋で、優しい味が好きな人は橙さんがおすすめです。橙さんは予約必須の超人気店なので、行くときは事前に予約してから行くようにしてくださいね。ちなみに橙さんから歩いてすぐのところには福岡の人気観光スポット、大堀公園があります。こちらは東京でいうところの井の頭公園のような空間で、大きな湖やスワンボートがあります。写真スポットとしては大きな観月橋と観月橋を渡った先にある赤い建物の浮見堂、そしてスターバックスです。またスターバックスと思うかもしれないんですけど、こちらのスターバックスは日本全国に20店舗ほどしかないリージョナルランドマークストアに選ばれるスターバックスなんですよ。詳しくは今後アップ予定の福岡旅行という動画でご紹介しますね。続いてのグルメは博多ラーメン新進天神本店さんです。福岡といえば豚骨ラーメンですよね。福岡にはあの全国チェーン一蘭の本店や忍者アニメナルトに登場するラーメン一楽のモチーフになったお店など名店がたくさんあります。そんなあふれる名店の中で今回ご紹介する新進さんは、福岡県民5000人が選ぶ人気ラーメンランキングで見事1位を獲得したお店なんですよ。注文してからものの数分で提供されるラーメンは濃厚な豚骨ですごく美味しいです。少し弾力のある細麺もこの濃厚なスープによく絡みます。グッとくる豚骨味ながらも意外とスッと食べられるので、お腹いっぱいでも締めのラーメンとして十分食べられると思いますよ。続いては雲仙さんです。博多名物といえばラーメンや明太子、もつ鍋も有名なんですけど、夜に現れる屋台も有名ですよね。ここ雲仙さんは天神ナンバーワンと言われる大人気の屋台です。雲仙さんはこじんまりとした空間にギュギュッと座るスタイルです。餃子やステーキ、ラーメンなど幅広いメニューがあるんですけど、特に名物なのは餃子と明太卵焼きなので、この2つは必ず頼みましょうね。雲仙さんのお料理はさすがは人気店だけあって非常に美味しいです。屋台という福岡ならではの空間でいただくからこそ、このお料理たちをより一層美味しくいただくことができます。ここで福岡屋台に行くにあたっての簡単なルールをご紹介します。1、トイレは事前に済ませておきましょう。屋台にトイレはないので事前に済ませておくのがマナーです。もしどうしても途中で行きたくなったら、店主が近くのトイレを優しく教えてくれますよ。2、手荷物は事前に預けて身軽にしておきましょう。屋台での荷物は基本的に足元や膝の上に置くことになります。キャリーケースは事前にコインロッカーに預けておくのがベターですよ。3、譲り合いの精神を持とう。屋台は席数に限りがあるので、席を詰めてみんなが楽しめるようにしましょうね。4、長居はせずに食べ終わったらさっと席を立ちましょう。
さんと同じく屋台の席は限られているので、譲り合いの精神でみんなが楽しめるようにするのがマナーですよ。ちなみに雲仙さんは予約不可の大人気店です。オープン時間の6時15分に行くと他のお店は空いているのに、雲仙さんだけいつも満席になっているというくらいの人気度合いですね。タイミングが良ければ入ることもできるんですけど、待たずに確実に入りたいという人はオープン10分前から待機しておくのがおすすめですよ。続いては福岡の居酒屋さんで絶対に行ってほしいお店、みかんさんをご紹介します。こちらは雰囲気よし、味よし、接客完璧という3拍子揃った最高の居酒屋さんです。店内は厨房を囲うようにずらーっと広いカウンター席と奥に掘りごたす席があります。お客さんは20代から60代と幅広い年齢層の方がデートや友人同士で来ています。男女比は半々くらいで、男性同士、女性同士、デートなどシーンも様々です。メニューはこちらです。特に人気なのはカツオのわら焼き、焼き子豆腐、鴨朴葉焼き、銀シャリご飯なので、迷ったらこの辺りを選びましょう。店員さんが優しく教えてくれるので、迷ったら聞いてみるのもありですよ。まずはビールで乾杯です。お通しはトウモロコシのすり流しです。こちらはトウモロコシの食感がほのかに感じられる優しい味わいで非常に美味しいです。お通しからこんなにも美味しいと、この後のお料理の期待値がどんどん高まります。お次は焼き子豆腐です。一般的なお豆腐は豆乳ににがりを加えて形成するんですけど、佐賀県に由来する五豆腐は豆乳にくずやでんぷんなどを加えて固めるのが特徴です。普通のお豆腐とは違って柔らかくもちもちとした食感が楽しめて、濃厚で甘めの味噌と上品な豆腐がベストマッチしています。お次はみかんさん名物わら焼きガツオとお刺身隠しです。みかんさんではわら焼きガツオを目の前でバーナーして提供してくれます。カメラを向けると必ずポーズしてくれて、お客さんに分け隔てなくみんなに笑顔を振りまいているこの空間がお店の中にいて本当に気持ちいいです。この日のお刺身、対馬のマグロ、玄海などのイシダイ、対馬の炙りアナゴ、熊本天草のアジは地元九州の取れたてのお魚を使っていて鮮度抜群で非常に美味しかったです。お次は鴨肉の朴葉焼きです。朴葉焼きとは朴葉という葉っぱの上に自家製の麹味噌を乗せて焼いた料理のことです。ご飯に合うのはもちろん、お酒の魚としても非常に人気の商品ですね。特にこの濃厚な味噌が効いていて、お箸とお酒が無限に進む破壊的な美味しさです。ついつい美味しすぎたので2杯目のドリンクはみかんチューハイをいただきました。みかんチューハイはみかんさんのオリジナルメニューで、みかんをそのまま半分も使ったインパクトのあるチューハイです。このチューハイも破壊的な美味しさで、お店にいるほとんどの人が頼んでいましたよ。お次はグツグツです。グツグツはその名の通りグツグツとした状態で出てきて、レンコンまんじゅうの桜エビがプチュンと弾ける柔らかな歯触りで、エビの甘みと海の風味がお口の中に広がります。さあ最後は絶対に頼んでほしい銀シャリご飯の登場です。ここは本当に接客が素敵なので、しばしお泊りでご覧ください。それではどうぞ。お、行きましょうか。ご飯が炊き上がりました。はい。はい。どうですか皆さん、こんなにも素敵な接客をしてもらえるなんて本当に心が躍る素晴らしいお店ですよね。肝心のお味もホックホクで最高に美味しくて、僕は感動しました。みかんさんに行って万一満足しなかったら、ハーリーどないしてくれんねんと怒ってくれてもいいと思えるほど満足度が高いので、皆さんに必ず行ってほしいです。ちなみに店名であるみかんの由来は、柑橘類で最も実が多く実るみかんのように、お客さんとお店みんなの思いが実りますようにという思いがこもっているみたいですよ。心からおすすめです。
続いては僕が泊まったホテルの最強朝食をご紹介します。皆さん、福岡のホテルどこに泊まるか迷いませんか？そんな時おすすめしたいのがこちらのブレックファストホテルです。まず先にデメリットを言うと、2つの点を除くとただのビジネスホテルです。なので設備がすごく整っているとか、すごく綺麗で広いお部屋といったホテルではないです。じゃあ何がいいか。1つ目はこちらの朝食です。ブレックファストホテルという名前の通り、朝食にこだわったホテルで、朝食ビュッフェは非常にたくさんの種類が揃っています。いやいや、言うてもビジネスホテルならサラダやマリネ、ソーセージやグラタンといったホテルビュッフェの定番メニューだけでしょと思いますよね。ところが好きな野菜を選んで、なんと目の前で調理してくれるチョップドサラダや、好きなフルーツを選んでその場で作るスムージー、これまた好きなトッピングを選んでその場で焼き上げるピザ、アイス、カレーなど、普通のホテルとは思えないほどたくさんの種類が揃っています。その場で調理するチョップドサラダは東京の名店クリスプサラダワークスみたいですし、カスタムピザもリッツカールトン沖縄のクラブラウンジならあったんですけど、普通のビジネスホテルでもいただけるなんて僕は感動しました。ここで皆さんきっと、はいはい、ビジネスホテルでこれだけ揃うということは味は微妙なんでしょと思いましたよね。僕もそう思っていたんですけど、実際に食べるとちゃんと美味しいです。正直他のビジネスホテルとの差別化のために種類豊富な朝食ビュッフェを謳って、味は二の次なんだろうなと思っていたんですけど、いい意味で期待を裏切ってくれました。さらにすごいのがこちらのホテルの2つ目の推しポイント、そう、お値段です。僕は金曜日の夜に博多駅から天神駅の間でなるべく飲食店に近いところでホテルを探していたんですけど、清潔感のあるホテルはアパホテルでさえ2万円を超えていて、1万円台はここともう一つのホテルだけでした。僕は大人2名1泊で1万6000円で泊まれたので、お腹もお財布も大満足のホテルでしたよ。概要欄にリンクを貼っておくので、ホテル選びに迷ったらぜひ泊まってみてください。続いては元祖博多明太重さんです。食べログトップ5000にも選ばれる日本で初めての明太子料理専門店で、福岡旅行で超定番のお店ですね。今は海外の方にも有名になりすぎて、昼だと200人くらい待つこともあるので、待ちたくない人は朝か夜に行くのがおすすめです。お次は元祖博多明太重のお隣にあるパンストックです。こちらは超絶人気のパンのお店で、特に明太フランスが名物です。僕は土曜日の10時20分に行って、お店に入るまで20分くらい待ちましたね。お店に入るとこんな感じでずらーっとパンが並んでいて、自分の好きなパンをいただくことができます。イートインの場合はワンドリンク制になっていて、テイクアウトでも目の前の広場で楽しむことができますよ。僕は名物の明太フランスとごまロール、ベーコンエピをいただきました。明太フランスはカリッとしたフランスパンにクリーミーながらもピリッとくる明太子がたまらなく美味しいです。太宰府エリアの食べ歩きでご紹介した山屋さんの明太フランスと肩を並べる美味しさなので、太宰府なら山屋さん、博多ならパンストックさんと覚えておくと便利ですね。ごまロールはごまの風味をしっかりと感じられて、舌でも鼻でも楽しむことができます。ベーコンエピはちょっと固めのしっかりとしたバケット生地に、ベーコンの塩気と旨味が最高にマッチしていますよ。最後は香ばし屋さんです。香ばし屋さんは和食好き必見、見た目も楽しめる花かごランチのお店です。土曜日日曜日を営業している女性に大人気のお店で、お一人様やデート、女子会などお客さんの約8割が女性です。花かごランチでは美味しいおかずたちとともに、目の前に並んでいるたくさんのおにぎりたちから好きな2つを選ぶことができます。ランキング的には煮卵が1位、エビアボカドが2位、王道人気が明太子みたいなので、悩んだらこちらを選びましょう。こちらの花かごランチは上品で体に優しい味わいです。
こんなにも上品で優しい味だからこそ、若者から大人まで幅広い層の女性に人気なんでしょうね。土曜日日曜日も営業しているので、旅行者にとっても行きやすいですよ。今日は福岡のおすすめグルメ22選をご紹介しました。福岡には美味しいお店が本当にたくさんありますよね。今日ご紹介した22のお店たちの場所はこちらです。メンバーシップグルマン会員の方は Google マップにカフェやラーメン、居酒屋さんなど一目でわかるようにピン止めしてあるので、福岡旅行の際はぜひ利用してくださいね。今後ご紹介する福岡旅行という動画では、今日ご紹介した太宰府や大堀公園はもちろん、ヤシの木ブランコや夫婦岩のある糸島観光もご紹介するので、楽しみに待っていてくださいね。皆さん、最後にお知らせです。少しだけお時間いただけますでしょうか。僕はグルマンという YouTube のメンバーシップをやっています。グルマンの特典は主に4つです。1、YouTube でまだ紹介していないお店をメンバーシップ限定で先に公開します。YouTube にアップすると混んでしまうニューオープンの美味しいお店や隠れた名店も、このメンバーシップでは躊躇なくご紹介しています。2、メンバー限定の顔出し生配信を開催しています。僕は普段顔出ししていないんですけど、メンバーシップの方限定ライブでは顔出しして皆さんからの質問に答えています。3、東京を中心に日本全国にピン止めされている Google マップの共有です。このマップを見れば皆さんがどこに行こうと観光、お食事、カフェなど楽しめるスポットが一目でわかるようになっています。4、僕の開催するオフ会への優先参加券です。僕はオフ会を約2ヶ月に一度開催しています。社会人になって新しい出会いって全くなくなりましたよね。そんな中、オフ会に来るとグルメという共通の趣味を持った人と出会えて、カフェやランチに一緒に行ける友達ができる素敵な場になっています。お一人様の参加が7割なので、最近東京に来て友達がいないという人も安心して参加できますよ。以上がグルマンの特典です。少しでも興味を持ってくれた方はメンバーになるボタン、または概要欄のメンバーシップ登録はこちらというボタンを押してメンバーシップグルマンのメンバーになってくれると嬉しいです。皆さんにお会いできることを楽しみにしています。これからもおすすめのお店を上げていくので、チャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次のお店で。